こんにちは、アンナスです。今日はユニクロの UT って読むんですかね、このT シャツに刺繍してみました。もう終わったんですけど、もともとミッフィーの顔しか刺繍、これもなんかもともと刺繍で入ってて、でそれにちょっとお花を足してみたので、どうやってお花を足したのかとか、あと色ですね、色の話とかもしているので、それでは手元の方にどうぞ。はい、それではなんか70周年なんですかね、なんかよくわかんないんですけど可愛いなと思って買ってきただけなんで、これにせっかくミッフィーだからブルーなカラーを用意してみました。なんかブルーなカラーっていうのがあるらしく、なんかネットでちょっと調べた情報なのであんまり詳しくないんですけど、そのミッフィーの本、うさこちゃんの本はなんか6色だけで構成されてて、あと白と黒ですね。でなんかグレーがね、このグレーじゃなかった、なんかサイトによっては違う色になってたんですけど、なんかこの6色をメインっていうか、もうそれだけで絵本が構成されてるですって。でその似たような色、刺繍糸を選んできました。なんか色の番号っていうんですか、世界共通の色の番号ってありますよね。あれはなんか公開されているらしく、公式なのかどうかちょっとわかんないんですけど、で、似たようなの見つけてきたっていうか、ちょっと探してきたので、DMC の刺繍糸ですね。で、草花と動物の可愛い刺繍のこのお花の、なんかこれが割とミッフィーのお話に出てくるお花に結構イメージが近いかなと思うんで、これをなんかこの辺に散りばめてみようかなと思います。なので、色は黄色と緑と、で中白ですね。で茎が黒かな、これは黒を使った方がいいですね。をちょっと使って刺繍してみようかなと思います。ではまず図案を写すところからやっていきます。では T シャツなので今日はスマプリで写します。A4 サイズが2枚入っているんですけど、もうこれ結構最近よく使うので、もうだいぶね使い込んでますが、ちょっとこの空いてるところに端っこの方から使います。で図案よりも外側1センチ2センチぐらいちょっとこう開けて余白を残して図案を描いていきます。で、ミッフィーの顔にお花を3つ点々点ってしようと思うので、今回のこのお花を1つずつ写していきます。このお花だけ写して、でこれをカットして、ちょっと後で一気にカットしようと思うので、とりあえず3つ写しておきます。ではこれをシールを剥がします。でシール、これ今日はちっちゃいからいいんですけど、ちょっと大きめの図案とかになると結構シールが弱いっていうかペラペラなので、シール同士でくちゃっとくっついて綺麗に貼れない時があるんで、気をつけてください。今回はいけそうですね。ちょっとこれ一回広げます。ちょっと大きく切りすぎましたね。もうちょっとちっちゃくてもいいかな。これでちょうど真ん中にまず一つ貼って、であと左右にも
お花を貼ります。一応花びらが5枚あるから、一番上に花びらが来るこの向きを保って、こんな感じで、あんまりここ触りすぎると今まだ暑いのでちょっとこう手にインクがついちゃうかもしれないです。もしくは刺繍糸にインクが移る可能性もあります。で、刺繍糸にインクが移る場合は熱湯とかで溶かしてもらうとインクも溶けるんで大丈夫です。お花3つ、あと2つぐらいいけそうですね。ここにね、これちょっと2つ足してみようかな。はい、ではお花5つ貼れたので、黄色と白でお花を刺繍していきます。で、まず花びらからで、芯の部分は最後にフレンチノットで刺繍します。これで2本取りですね。2本取って、針に2本一緒にセットして、でも玉留めでいきます小さい波縫いでやっても大丈夫ですけど、なんかもう今日はいいかなっていう感じで、まず花びらの真ん中に基準の1本を入れます。で、平行に半分ずつ刺していきます。で、こういうお花の場合は放射状に刺さないんですね。放射状に刺すと隣同士の花びらがくっついてしまうので、花びらが一つずつ独立してますよっていう風に見せるためには、この花びらの丸に対して必ず平行に刺す。放射状にしないで、今は花びらっていうかその丸、楕円形を刺してるって思って刺すと刺しやすいと思います。結構刺しにくいのでちょっと接着芯を入れようと思います。途中でちょっと刺しにくいなって思って途中から接着芯を挟むっていうのも可能なので、まず針を上に出しておいて、でこの接着芯っていうのはキラキラしてるのはこれが糊なんですね。なので糊の方を布側にして、で布と接着芯を一緒に挟みます。糊付けはしないです。これ刺してみないといるかいらないかわかんないので、ちょっとだけ刺してみて、あ、もうこれ無理だなってなったら入れてください。まあでも T シャツだと結構伸びがあったりするんで、これシワになってますね。伸びがあるからだいたい入れた方が刺しやすいと思います。で接着芯もまっすぐピシッとなるようにセットして、刺繍枠より大きめを用意してください。まっすぐピシッとなってますね。で途中からでいいので、これでまた続きを刺します。全然違いますね。これ見た目だと全然わかんないと思うんですけど、私の感覚で言うとめちゃくちゃ刺しやすくなりました。なので多分 T シャツに刺す方はもう接着芯必須ですね。
でこんな感じでまず花びらが1つできたらまた隣の花びらっていう感じで全部の花びらを埋めていきます。はい、ではできたので今度は、私の本では白でフレンチノットをしてあるんですけど、ミッフィーカラーのグリーンでフレンチノットを3本取りでやっていこうと思います。裏に絡めます。で、お花の真ん中から針を出して空中で2回巻いて同じ穴に刺します。で、引き絞ってから裏から引っ張るとこれで出来上がりです。で、続きやるときはこう糸渡るとちょっと長いので、ちょっとでもいちいち切るのもあれなんで、ちょっとこう裏に絡めて、でまた次フレンチノットって感じでやっていきます。はい、ではこれで全部できたので裏に絡めてで枠を外してで接着芯とあとスマプリを外します。まず接着芯はもう余計なところをざっくり切ります。最初は適当にちょっともう大まかに切る感じでここにちょっとこう残ってるところをちゃんとギリギリで丁寧にカットしていきます。あんまり T シャツにアイロンかける人いないかもしれないですけど、アイロンもしかけた場合接着芯がくっつくんですね。糊がついてるんで。なので特にこれ白なので表からシルエットで多分ねちょっと出てくると思うんですよね。なのでできるだけギリギリで切っておくといいです。大まかに外側1センチぐらい残して切ると結構その形のままふわーっと出てくるんでギリギリで切っておくと安心です。で、スマプリもこれお水で溶かすので、例えば洗濯機に回しちゃえば多分溶けてしまうと思うんですけど、その前にある程度こうちぎってシールをもう手で取っといてください。そうすると溶かすより楽なんで、ここにベタベタが残った場合は洗濯すれば全然ベタベタは取れるんで、なのでその辺のちょっと細かいところを先にやっておくと溶かすのが楽だったりするので、そういうのをちょこちょことこう処理をしてでこんな感じで出来上がりです。可愛くなりました。華やかになりましたね。このシンプルなのが売りだったのかもしれないですけど、これはこれでいい感じです。なので私は今回はこのブルーなカラーの黄色と緑を使ったんですけど、なんか青いお花にして芯をね白にしてこういうのもありますよね。こういうのとか、オレンジのお花と、緑でもいいし白の芯にしてもいいし、なんか多分この4色のあたりでなんか好きな色でこう組み合わせるといいのかもしれないです。なんかねこっちの茶色の色は最初この4色ですね、白を抜いたこの4色で構成してたんですけど、なんか犬とか言いましたよね。
あの辺の犬とかをどうしてもその茶色で表現したいから後から茶色を足したみたいな話が書いてあったんで、多分このメインは4色なんですよね。なんかこの辺りでなんか好きな組み合わせで回していくといいのかもしれないです。はい、ということでぜひ皆さんもなんか、このミッフィーの T シャツに限らず、なんかミッフィーの今グッズがいっぱい出てるんで、なんかそれに自分で刺繍を足すっていうのをやってみるといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。